こんにちは、たかしです。本日は2月24日土曜日、週末ですので、来週26日からのポンド円、そしてドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。ポンド円日足、現在は高値更新をし続けているというところ。ただし、金曜日のローソク足、少し気になるのが、この木曜日のローソク足を超えられていないんですね。ヒゲでは上抜けたんですが、結局木曜日のローソク足のこのヒゲ先っていうところをローソク足の実体部分で超えられていない。つまり今までですと、ここのところを見ていただくと、このローソク足、火曜日のローソク足を水曜日のローソク足の実体で上抜けてますよね。そして木曜日のローソク足も水曜日のローソク足の高値を実体で上抜けている。でも金曜日はそれができなかったというところで、少し上昇に陰りが見えてきたっていうのがわかります。かといってこれだけでここから下落するかっていうとそれはわからないんですが、今のところ今までの強い上昇に少し陰りが見えてきたっていうところですね。ただ金曜日ですしボラも低かったので、そう考えると金曜日なのでこういうローソク足になってきたという考え方もできるんですが、今ストキャスティクスは高値圏ですよね。過去の動きを見ていると高値圏に入って下落まで結構高値圏で張り付いてそのままチャートは上昇するっていうことも起こっておりますので、トレンドが強いとこういうことが起こりますので、今もこのまま高値圏に張り付いたまんま上昇していくっていうことも考えられるんですが、マクディは方向感がなくなってきておりますので、チャートが上昇している割にはマクディは強くないなという印象ですので、そろそろ天井を迎えて一旦の調整の下落に入ってもいいのかなと、そんな風にも感じますので、まだ上昇する可能性はありますけれども、どんどん上昇するとは思わない方がいい。常に天井は今すぐ来てもおかしくないというところは考えながら、今の上昇に逆張りするのは危険ですので、基本はこの上昇についていく。まだまだ上がるかもしれませんので、上昇についていくんですけれども、いつ天井を迎えて一旦調整の下落をしてもおかしくないというところにはありますので、その辺を注意しながら上昇トレンドに乗っていくのがいいと思います。では4時間足です。4時間足、先ほど日足に引いていたこの黄色いラインですね。過去の高値を結んだラインを上抜けてきて、どうもそこがサポートに変わりそうな、そんな風な印象を受けますよね。今どうもそのあたりで底堅い動きをしてます。もちろん週明けここからもう一段上昇していく、この黄色のラインをサポートとしてもう一段上昇するという可能性もありますが、 GMMA の青帯ちょっと距離が出てきましたので、そろそろ一度トレンドラインか GMMA の青帯付近まで下落する可能性もあります。ストキャスティクス見ていただくともうずっと高値圏に張り付いてますよね。そして MACD はデッドクロスしそうになってきてますので、やっぱり4時間足を見ていてもチャートは上昇しているんですが、インジケーターはちょっと怪しくなってきているっていうのが現状ですので、一旦ここからの下落でトレンドライン付近までの下落を待って、そうするとストキャスティクスのこの過熱感も少し解消に動きますので、その後トレンドラインもしくは GMMA の青帯付近に接触したところからの次の上昇の流れを見ておくと、もう一段の上昇っていうのに乗っていけるかもしれないですね。かなりの高値圏ですので大きく下落してもおかしくないところにはあるんですが、 GMMA の青帯の上にある間は基本的には押し目買いでついていくのが安全です。では1時間足です。1時間足の GMMA でサポートされながら上昇してますよね。木曜日も GMMA 付近まで一度下落してからそこから高値更新してます。金曜日も最終は GMMA の青帯付近まで今下落してきておりますので、月曜日初動ここから反発していけるのか、それとも GMMA の青帯を下抜けてくるのか、その場合はこのオレンジのトレンドライン付近まで下落していくと考えますので、ここからじりじりと下落してきたらこの辺りですね、190円ぐらいまでは下落してくるかもしれません。そうすると4時間足の GMMA 付近でもありますし、このトレンドラインもありますので、その辺付近からの次の上昇の流れを見ておくともう一段上昇していけると思いますので、その辺の動き、調整の動きを待った後の次の上昇の流れに乗っていきたいですね。当然この1時間足の GMMA を下抜けてくると次のターゲット、この赤い水平線かもしくはオレンジのトレンドライン、それから木曜日の安値ぐらいまでは下落してくるかもしれませんが、そこの下落の流れは個人的にはあまり乗っていかない方がいいと思いますので、できれば基本は今
4時間足も GMMA 上向き、そして1時間足の GMMA も上向き。ただ、1時間足のこの青帯を下抜けてくると少し上値は重くなってくるとは思いますが、基本的には木曜日の安値を下回るまでは上目線ですので、その上昇の流れについていく方が安全ですし、値幅も取れますので、下落をするかもしれませんが、その下落を狙うのではなく、次の上昇のタイミングを待つのがいいと思います。では次はドル円です。ドル円は全然動いていないんですよね。かなりやりにくいので、あえてトレードする必要はないと思います。現在は152円付近を目指して上昇している途中とは思ってますが、ストキャスティクス今高値圏から下落してましたね。そして週末に向けてゴールデンクロスはしてきているんですけれども、全然上昇できてませんので、このまま一旦ダラダラと下落していく可能性もありますし、このまま152円をつけてしまう可能性もあります。現在はここで小さなレンジを組んでおりますので、その中での動き、そこを抜けた方についていくっていうのが今のドル円相場です。では4時間足です。4時間足は黄色のボックス。これが先ほど日足で見ていた小さなレンジですね。金曜日はこのボックス上限からの下落になるのかなみたいなところで、ほぼほぼ動かずに終わっております。どの曜日も全然動いていないんですよね。1日の中のこの値幅っていうのがかなり小さくなってますので、トレードとしてはすごくやりにくいのが現状です。なかなか上昇できないんですけれども、でも底堅い動きもしてますので、ちょうどここの上昇にフィボナッチリトレースメントを当ててまして、その 23.6% っていう点線がここに通っているんですね。その付近がすごく底堅い動きをしておりますので、そのあたり 149.7 ぐらいまで下落してくれば何度も反発しているところですので、そこから再びまた反発していくとは考えますが、逆に 150.6 付近、67付近っていうのもかなり上値が重くなってますので、基本はこの黄色のボックスの中で動いている。その中で GMMA の青帯が上向きで、GMMA の青帯にサポートされ持ってこの上限を目指してきていたんですね。ここから週明け、ここを上抜けてくれば次のターゲット 151.4 とか152円付近を目指して上昇していくと思うんですが、今までの動きを見ているとまだもうしばらく上値が重いかもしれませんので、もし黄色のボックスの下限付近まで下がってくれば、そこからは上昇の流れをイメージしておきたいですし、そしてボックスを上抜ければそこからのまた上昇の流れに乗っていくのがいいのかなと。そして黄色のボックスを下抜ければ、次はフィボナッチリトレースメントの 38.2% の149円付近が意識されてくると思いますので、そのあたりまでの下落、そしてそこからの反発上昇を見ておきたいです。では1時間足です。4時間足の GMMA に沿ってずっと上昇はしてきておりました。1時間足ではそれをトレンドラインで表しております。ちょうどここ直近のこの上昇に当てた赤いトレンドラインがあるんですが、ここに沿って上昇しております。金曜日はトレンドライン付近まで下落してきて、そこで値固めをしているようにも見えるんですが、ちょっと上値が重いのでこのまま下抜けるかもしれないですね。下抜けてきた場合は黄色ボックスの下限ぐらいまで、もしくはオレンジのトレンドライン付近まで下落していくと考えます。それがちょうど 23.6% の 149.7 付近になりますので、そのあたりまでの下落は見ておきたい。そして週明けにこのトレンドライン、金曜日最後に下落してきたこのポイントから反発上昇できるのであれば、まずは直近最高値の 150.9 ぐらいを目指していくと思いますので、そこまでの上昇、そして 150.9 を上抜けると、さらに先ほど言った次のターゲットですね、151.4 付近まで上昇するかもしれないという、その流れに乗っていくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。